はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN オルカです。また TRN が売れそうなモデルをリリースしてきましたね。愛はとりあえずデザインで買うんでしょ？そうね、買うわよ。チューニングスイッチもあって、とりあえずカット効果でポチれる2000円台よ。ジャックさんはオルカと KZ、DTX ライトをありで買って、両方で3000円ぐらいって言ってたからコスパすごいよね。でも、外で使ったら一発でオルカってわかるのがちょっと照れるな。ああ、それな。オルカのトレードマークの白の斑点でフェイスプレートに1個の方がリアルな気がするんだけどね。それもそうね。オルタプロとか発売したらこのデザインにしてほしいな。TRN はコンクがヒットしていると思うし、MT4 プロも結構売れてるんじゃないかと思うけど、畳みかけるようにこのオルカをリリースしてきたね。なんでオルカなのかはともかく、切り込み方がうまいなぁと思う。コンクを初めて見た時の方が惹かれたけど、オルカも結構売れそうだなーって思ってニヤついてしまったよ。ただ聞いてみるとデザインだけじゃないってことがわかるわ。はい、じゃあパッケージ内容からね。イヤーチップが2種類4ペアで TRN ティップスが1ペア入ってるのがいいね。ジャックさん、イヤーチップの置き方がフレンチのソースみたいになってるよ。ドラマの影響すぐ受けちゃうんだから。あ、バレた？バレバレよ。あとはチューニングスイッチ切り替え用のツールね。価格はさっき言ったけど2000円台。本体の出来栄えからするとコスパいいよね。ボディがオール金属でリキッドメタルキャビティ、液体金属です。だから結構重さがあって片側 9.5g。ちょっと存在感のある重さですね。サイズは特筆することもなく標準的です。ステム先端の返しの部分がちょっと浅めなので TRN ティップスでも普段より少し外れやすいです。ドライバーは 10mm デュアルチャンバーダイナミックタイプで LCP ダイヤフラム。安心安定のって感じだね。ではここからは波形を見ながら進めます。OK、じゃあまず他モデルとの比較ね。ミミーちゃん、何か気づいたことある？そうだな、オルカのチューニングスイッチはデフォルトでしょ？そうだよ。だとすると基本チューニングの段階で結構低域をしっかり出してる感じがする。それ言えてるね。キャスターベースバージョンは例外として、その他のチューニングスイッチ付きモデルも全部デフォルトセッティングだけど、調整可能な前提で低域は少し抑え気味にしてる感があるようだね。でもオルカは最初からしっかり低域を出してる。他には2キロあたりからのカーブがほとんど山谷なくなだらかに右肩上がりですね。強いて言えばキャスターベースバージョンに少し似てるようにも見えます。確かにオルカは低域はしっかりだし、中域はある程度落とし、中高域以上は滑らかに上昇するカーブ、そんな感じだね。次はチューニングスイッチの比較です。真ん中が全体の表示、左右各グラフをデフォルト設定との比較にしています。上の3つのスイッチパターンは左端がレベル違い、右の2つは全く同じでした。スイッチパターン000が基本ですが、ジャックさん、気になる点があるとか？自分の耳にはスイッチパターン000だとちょっと広域寄りのバランスに聞こえて、個人的には左の2つのうちどちらかをデフォルトにしたいなぁと思った。どちらかというのは曲によって変化したね。オルカの広域の抜けがいいってことになるんだろうね。あとはグラフ見てもらえばと思うけど、大きな変化を感じるのはこの2パターンで、その間の微調整でこの2パターンっていう感じ。チューニングスイッチの効果は MT1MAX で結構実用的なのは皆さんご存知だと思うので、お好みに応じて調整してねってことで。そうですね。聞いた印象はサウンドチェックの後に触れるとして、まずはサウンドチェックね。今回はチューニングスイッチのバリエーション比較にしてみた。基本パターン000と010のローフリケンシーモード、そして001のトランスペアレンシーモードを比較してみるよ。レベル差はマックスで3デシベルぐらいになるので、010をマイナス1デシベル、001をプラス1デシベルで調整してある。音質の調整基準は基本パターン000ね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
じモデルのスイッチバリエーションですから当たり前ですけど、他モデル比較に比べ違いがあっても同系統っていう気がしました。そうだね。音収録にはバンドルケーブルを使ったけど、リスニングにはこれを使ってみた。トリポウィン、ソニー。リケーブルのエントリーモデルで定番の人気モデル。ずっと買い忘れてて、やっと買ったんで、これの 4.4mm を使ったよ。ソニーで聞くと、低域が締まり、サウンドステージがちょっと広くなる印象。でも、装着するモデルによって多少印象は変化すると思うので、これはあくまでオルカに装着した場合ね。聞いた印象は、低域は波形で見るより秒間は感じず、アタック感優位。中域はしっかり落として、低域のクリアさが際立つ。ボーカルは結構前へ出てくるんで、やっぱり2キロ以降減衰しない、右肩上がりのカーブだからだと思う。シンバルの感じはやや薄め、ハイハットの刻みは繊細で、前へ出過ぎることもない。スイッチ、パターン000で聞いて、やや広域が目立つ感じで、解像感は高い。やや音で溢れる印象なので、もう少し広域がおとなしくなると、もっと空間が見えてくるとは思うけど、そこはチューニングスイッチで調整すれば問題ない。全体的にカラッとした明るいサウンドなので、抜け感を求める人には、スイッチパターン000で合うだろうし、足らなきゃこれを選べば OK。逆に、低域が足らんという場合はこっち。特に、パターン010にして、レベルが下がった分ボリューム上げれば、結構ずしんとくる低域を体感できる。といった感じで割とみんな好きそうなチューニングベースなので、気になっているなら迷わず買っちゃえばいいと思う。そうですね、これはお財布への負担も軽いし、買います。ということで、TRN、オルカのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。